こんにちは、ミッキーです。今回はグランハマー新橋見どころ12選としてご紹介していきます。2024年も気づけば年の暮れ、そんな年末にこそ楽しみたい注目の新施設が東京に誕生しました。場所は新橋、東京駅と港区をつなぐ立地にあり、まさに大人のレジャー施設です。その名はグランハマー。今回はオープン前にお邪魔させていただき、限られた時間ではありますが、その魅力を存分に楽しませていただきました。地上と屋上を含め、食べる、見る、遊ぶ、癒すの4つのコンセプトに分けつつ、今回は9フロア全てを全力でご紹介していきますので、参考にしていただきつつ、2024年の最後を締めくくっていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。グランハマーはご覧のように新橋駅を出て SL 広場の向かいにありますとても立地のいい場所にオープン。コンセプトは日本の古き良きレジャービルを現代に。一度足を踏み入れればわかるように、私が生まれる前最も活気があると言われていました高度経済成長期からバブル期にかけての魅力あふれる日本の遊び場が現代風に解釈されて空間に昇華されています。恵比寿横丁や渋谷横丁、歌舞伎ホールに次ぐ食と日本文化の継承、エンターテインメントを掛け合わせました新しい体験ができる全9フロア、地下1階から8階、そして屋上のフードエンターテインメントレジャービルとして展開されています。ここからはその9フロア全ての魅力を順々にご紹介していきます。まずご紹介しますのは、入り口を入ってすぐ1階の新橋横丁武将です。まずは食べるの魅力にフォーカスしてお伝えしていきます。こちらグランハマーを手掛けていますのは鎌倉的商店製作所。そんな鎌倉的商店製作所さんが大切にしていますつなぐというコンセプトをもとに、北は北海道、南は沖縄まで日本全国の食材や B 級グルメが楽しめるような横丁になっています。この1階エリアではご覧のように祭りや人力車、流しといったエンターテインメントを楽しむこともできます。また中央には横丁名を表した武将の甲冑が展示されていまして、海外からの観光客の方々にとっても見どころあふれるような空間にもなっています。新橋や都市部で働きますビジネスパーソンと全国各地の産地直送食材をつなぐ地域別酒場5店舗が集合していますので、1日で攻略することは難しそう。むしろ今日はここの地方といった形で決めたから訪問するのが良さそうです。ご当地ラーメン、丼、餃子、焼き鳥、唐揚げなど地元ならではのソウルフードは職人の手作りで、一方でカジュアルに楽しめるような雰囲気なので仕事終わりの腹ごしらえにもぴったりです。今回誕生しましたこちらグランハマーは2024年の誕生ですけれども、手掛けています鎌倉的商店製作所さんは昨年の2023年にエンタメ横丁としての歌舞伎ホールもオープンしています。そちらに関しましては過去に新宿編の動画でご紹介していますので、ぜひとも確認していただければと思います。また有名どころで言いますと、渋谷にあります渋谷横丁、恵比寿にあります恵比寿横丁、加えて有楽町三直横丁も手掛けていますので、もしかすると知っている方も多いかもしれません。こういった横丁の原点としましては、2005年に鎌倉的商店製作所さんが酒場文化の再生をコンセプトに立ち上げたプロジェクトから、魚屋さんや卸さんを飲食再生しマーケットに求められていますオールウィンスタイル、そして酒場を次世代に蘇らせたいといった思いで展開しています。横丁と言いますと結構ごちゃごちゃしているようなイメージだったりとか、割と外交的な方だけが楽しめるような空間かなと思う方も多いかと思うんですけども、実は少人数で訪れてしっぽり飲んでる方もいらっしゃいますし、何よりも料理がどれも美味しいので、仕事終わりとサクッと訪れて美味しいものを食べたいといったニーズにもおすすめかなと思っています。この魅力あふれる空間、ぜひこの機会に体験していただいて、皆さん自身でも日本を盛り上げるような一手を投じていただければと思います。続いては2階に上りまして、新橋横丁アジアという空間です。
こちらは1階の新橋横丁武将と同様にアジア料理と都市部をつなぐようなエリアになっています。1階は日本全国の魅力だったんですけども、ここは日本も含めつつアジアの魅力を存分に味わうことができています。店内には各国の様々な看板がなんと約800個も設置されています。まさにアジアらしさあふれるようなネオンライトの光が気分を高めてくれます。まずご紹介するのは日本全国の食を集めた台所日の本。薬を一切使わない無農薬そばを栽培します赤城宮山ファームの最高品質のそば粉を使用した10割そば。鹿児島県内の指定農場で飼育されました地鶏、薩摩若しゃもを使用した焼き鳥のつなぎ。これらを合わせて楽しむことができます。続いては中華料理の昇龍と韓国料理のハンミョンドン。ここでは中華料理と韓国料理のそれぞれの魅力を堪能することができます。料理はもちろんのこと、お酒もその土地のものを取り揃えていますので、合わせて堪能いただければと思います。またさらに注目はタイ料理専門店のソイセップ。タイの東北に位置します知る人ぞ知るタイのグルメタウンでありますイーサン地方。そんなイーサン地方の料理を中心に提供する店舗でガイヤンといいます揚げ鶏の料理など幅広く楽しむことができます。さてこちらでは今回サンプルとしてご提供いただいていました料理の数々をご紹介していきます。まず手前に映していますのは台所日の本にでいただくことができます様々な日本のメニュー。こういった横丁でありながらそばを楽しめるところはなかなか個性的だなと思っています。合わせてせっかくなので料理をご紹介しつつ施設自体のご紹介もさせてください。先ほどもちらっと触れたんですけれども、グランハマーを手掛けています浜倉的商店製作所様に関しましては、グランハマーが誕生する前から歌舞伎町タワーや宮下パークの地上階にあります渋谷横丁など人気のエンタメ施設を手掛けています。これらの横丁など全ての施設店舗を開発するだけではなくて、施設の運営までを一貫した体制で手掛けていますのが大きな魅力です。だからこそ施設内どこを訪れても一貫性があって店舗間のムラがないからこそ安心して楽しめるような場所を提供しています。またこれまでにご紹介してきた店舗からも分かります通り、生産者さんを大事にした飲食の提供が個人的に推したいポイント。そんな背景があるため施設内で食を楽しむこと自体が日本を盛り上げられるようなコンセプトになっています。私がカフェ紹介と飲食店のご紹介を始めたきっかけでもあるんですけれども、やはりコロナ禍においても生活を支え続けてくれたのは日本全国にいる生産者さんたち。そんな方々に恩返しができるような、そんな思いを実現できるのも大きな魅力だと思っています。この後のフロアのご紹介ではそういった思いも垣間見えるような瞬間も多いと思いますので、ぜひ注目していただければと思います。さてこちらは韓国料理専門店のハンミョンドン。先ほどちらっと触れました通り、ここでは韓国料理を十分に楽しめるのと、チャミスルなどの韓国系の焼酎もいただけますので、韓国料理好きな方々にもおすすめです。またこのグランハマーに関しましては、料理を1階や2階で十分にいただいた後に3階以上のフロアでは日常を楽しんだり、あとは癒しの空間で心をリセットさせたりといったことで使えますので、まずはこの場所に足を運んで空間ごと楽しんでいただくといった時間の過ごし方がおすすめになっています。また偶然な出会いがありますのも新橋横丁の魅力。人と人がつながるコミュニティを目指しているということもありまして、学生時代に放課後の廊下に約束もなく理由もなく自然と集まったような空間づくりも心がけているとのこと。大人になってもそんなたまり場を求めて訪れる方も多いかと思いますので、そんな空間の参考としていただければと思います。ただ何も目的なく訪れると気まずくなってしまうかなと気にされる方もいるかと思いますけれども、そこに対しても一手投じているのが浜倉スタイル。次世代につなぎたい日本の伝統文化と新世代のサブカルチャーの発信も心がけておりまして、食と昭和の大衆芸能でありますギター流しやチンドン屋、またマグロ解体やあんこ吊るし切りの実演ショーなども手掛けていますので、ここグランハマーの中でもそういったエンタメに触れることができるかもしれません。もちろん彼らもプロでございますので、会話が盛り上がっている際には邪魔することもないかと思いますし、その空気感を見ながら参入してくれるかと思いますので、安心して楽しむことができる、そんな空間づくりが本当に徹底されているなと感じています。続いてご紹介するエリアは、これまで浜倉的商店製作所では体験することができなかった空間。もしかすると〇〇横丁のイメージが強い方は、ここからのご紹介は特に見どころが溢れているかもしれません。ここでは従来から多くの方から要望があったプライベート空間を楽しめます。
グランハマーのデザインを手掛けています株式会社グラマラスのもと、カスタムペインターであります倉科正孝さんによる和をテーマとしたアートで彩られています部屋がどれも圧巻。今回はそのうちのいくつかをご紹介します。個室ごとにそれぞれのテーマが異なる空間は全部で11室。祇園奥村の奥村直樹氏とコラボレーションした上質なお食事を楽しむことができるプレミアムルームレストランになっています。また各部屋には備え付けられたカラオケがあったり、流しのハイクラスマジシャンのマジックショーも楽しめるとのことで、ちょっとしたパーティー、例えば歓送迎会や同窓会などはもちろんのこと、接待にもいいかもしれません。規模としても6人、10人、15人、20人と利用人数に応じて最適な個室を選べるとのことなので、ぜひ参考にしつつ楽しんでいただければと思います。さて、とは言ってもプレミアムレストラン、おそらくお値段が気になる方も多いかと思います。今映していますのはハマコムのショートコース、15,000円から提供していただけるようなコースです。このコースの中には席料も含まれていますので、その点はご安心いただければと思います。とは言ってもショートコースで15,000円、一番上のフランス懐石コースですと25,000円かかりまして、中間のハマコムテイスティングコースですと2万円の値段になっています。この値段が人数分かかってきますので、ご利用の際には少し贅沢気味にお金を用意していただくと良さそうです。続いてご紹介するのは、先ほどご紹介しました生産者の思いを最も感じながら楽しむことができるであろう空間。こちらは地下1階を丸ごと使った空間で、尼城という名前。なんといっても一番の魅力は中央に設置されました約20トンの水量を誇ります水槽です。水槽の手前にはご覧のように新鮮な食材の数々がラインナップしておりまして、これからいただくような海鮮料理に対する期待感もどんどん湧いていきます。そんな新鮮な素材でお出迎えされて、その先には水槽。その水槽横目に魚介類や和牛を焼きや鍋で楽しむことができます。ちなみにこちらの水槽ではご覧のように特別な催しも。フロアの名前になっています尼城という名前の通り、水槽では尼さんに目の前で素潜りを実演いただくような機会も予定しているとのことです。今回は特別にその様子を確認することができました。また現役の尼さんの生の声も聞くことができまして、過酷な条件下で行われます漁業の大変さや技術の奥深さを再認識することができました。そんな説明をしていただいたおかげで、より身近に尼文化を感じられた一方で、その食のありがたみをより実感することもできました。2000年の歴史を誇り、文化遺産にも登録されている気象療法であります尼漁。実演を通じて世界でも日本と韓国の一部にしか見られないような尼文化に触れられる機会はそう多くないと思います。ここではそんな背景で取れた全国各地の尼漁の素材を中心に伊勢海老やアワビなど様々な魚介類をいただくことができますので、ぜひこの機会に体験していただいて、その魅力を存分に味わってみてほしいです。続いても日本の文化を感じられます魅力的な空間をご紹介。先ほどご紹介したプライベート空間を備えたプレミアムルームと同じ6階にありますお座敷です。その名もお座敷舞台会席公演。これまで鎌倉的商店製作所が企画開発、そして運営を行ってきました飲食施設での飲食体験に加えて、本場の芸者さんの舞踊、お囃子、歌などの日本文化の芸を目の前で楽しむことができます。またお食事も祇園奥村の奥村直樹氏とコラボレーションした魅力あるメニューの数々、季節感のある和と洋の料理を華やかに組み込まれた御膳をいただくことができます。さて、ここからは実際の舞踊の様子をお届けしながらご紹介していきます。日本の古き良き文化を次の世代につなげるといったテーマを体現すべく、芸者さんたちにとっても自身の文化を PR することができる場所として活用しています。今回私も人生で初めて芸者さんたちの舞踊を楽しませていただきました。ただ、あくまで今回体験しましたのはショートバージョン。いつかフルで体験してみたいなと思いました。さて、こちら体験料としましては、料理のコースを含めまして、料理のコースが松だと27,000円。決して安くはありませんが、十分に価値があると思いました。席に関してなんですけれども、
予約の画面ではお料理のコースの選択はあったんですけれども、席時の選択がなかったので、先着順でのご案内になるのかもしれません。まだオープンしたてということもありまして、そういった情報が少し出揃っていませんので、もし可能であれば公式サイト経由で、公式サイトや公式インスタグラムの DM 経由で確認していただくのが良さそうです。キャンセルとしましても、1日前で 100%、2日前で 50% かかってきますし、お値段もそれなりにしますので、そういったところは抜かりなく確認していただく方がいいのかもしれません。また、この高円さんに限らず、施設内に関しましては、基本的に予約が可能でございますので、ぜひ事前に公式ホームページからご予約ください。続いてはグランハマーにおいて一番の魅力と言えるようなフロアのご紹介。ショーライブレストランザ・グラン東京では、これまで一般の飲食店では体験することができなかった臨場感たっぷりのエンターテインメントショーを楽しむことができます。そんなザ・グラン東京の魅力は、やはり中央に設置されました巨大 LED ビジョン。この巨大ビジョンを背景に楽しめるステージ上での様々なエンターテインメントショーは圧巻でございますので、公式ホームページに掲載されています演目等を参照していただいて、気になるショーがありましたらぜひ体験してみてほしいです。もちろん値段はするんですけれども、お食事やお酒を楽しみながら体験することができます。そんな3階のザ・グラン東京の演目に関しましては、1個上の4階グランカフェラウンジからも確認することができます。もちろん3階の方も臨場感あふれるんですけども、4階から眺める様子もまた違ったショーらしさを感じることができますので、最初の体験としては十分なのかもしれません。さて、そんなステージとの距離が近く臨場感たっぷりのショーでは、アーティストやパフォーマー、イリュージョニストから日本伝統芸能、格闘技まで様々なエンターテインメントが繰り広げられます。また生中継や録画イベントも予定しているとのことなので、例えばワールドカップやオリンピックなど日本中が盛り上がるようなイベントの場合には、そういった演目も開催されるのかもしれません。座席スタイルは様々、6000円から2万円まで決して安くはないんですけども、ご覧のような食事のメニューも提供いただきつつ楽しむことができます。なお値段に関しましては、その日のショーの内容によって変わりますダイナミックプライシング、これらも含めて公式情報の確認をお勧めしています。さて、食事のメニューに関しましては3500円から8800円まで様々とはいえ、食事単体では結構リーズナブルかなと思っています。こんな高級があふれる空間ではありますけれども、味のクオリティを考えれば間違いなく楽しめるかと思っています。なお入場に関しましては、今ご紹介している4階のエリアから行うとのこと。こちらで受付をしていただいて、3階であれば3階に足を運んでいただきつつ、4階であればこのエリアの中でこの食事とショーを楽しむことができます。予約サイトを確認したところ、直近でございますと、昨年結成40周年を迎えましたブラザーコーンとブラザートムからなります JSOUL レジェンドバブルガムブラザーズが行う追加公演が12月11日に予定されています。有名どころですと12月13日に DJ コーのスペシャル DJ ナイトも開催されるようです。あとは12月18日ですと Mr. マリックの超魔術ライブもあるとのことです。ちょっとこれらのショーが開催されない日はどういった形で提供されるのかがわからないんですけども、基本的にはショーの開催と合わせてこういった料理等も提供されるようです。またこちらのグランハマーでは今後各ジャンルの定期オーディションも開催するとのこと。世に広がりますインディーズステージとして次世代スターダムへの入り口として役割になることも目指しているとのことです。結構芸能系の事務所を含めまして様々な方が一気しているようだったので、そういったチャンスをつかむための場所としても有名になっていくのかもしれません。またブランド作りにもこだわっていまして、先ほどもちらっと触れたんですけれども、グランハマーのデザインを手掛けていたのは株式会社グラマラスの森田さんという方。どこを見ても魅力がたくさん詰まっていますので、そういった雰囲気も楽しんでほしいです。続いては遊ぶがコンセプトの3フロア。まずは屋上にありますバーベキューガーデンクラブレインボースターです。こちらは最も開放的に楽しめます屋上の空間。グランハマー自慢の屋上スペースでは大型 LED ビジョンを背景にしたショーを楽しみながら仲間とワイワイお食事を楽しむことができます。食事のスタイルはバーベキュー、激辛のウルテやハラミなど一年中がっつり楽しむことができます。
また、このフロアは利用者の要望に応じて大型 LED ビジョン映像と音響を利用したイベント等の貸し切りにも対応しているようなので、法人様中心にイベント用にもご検討いただけるのかなと思っています。特にジャパニーズウイスキーとお酒も充実していましたので、お酒好きの方中心にお酒を楽しみながらバーベキューでワイワイする、そんな空間としていいのかなと思っています。また DJ が流すような音楽も音響設備が整っている状況で聴くことができますので、満足感高いかなと思います。さて、そんな DJ さんがいるフロアがもう一つ、こちらは5階のクレーンゲーム& DJ アイランドパブリック浜クラブです。まさに未体験な新感覚クラブのご紹介。5階のフロアから入場しますと、早速 DJ ブースがお出迎え。一見最近らしさを含むようなクラブフロアなのかなと思いつつ、フロアの壁面には15台のクレーンゲームが配置。中央のアイランドバーでお酒を注文して、 DJ フロアでは音楽を楽しみ、息抜きと少しの刺激にクレーンゲームを楽しめるような不思議な空間です。またクレーンゲームではお酒を飲みながら楽しめるようなパーティーゲームのアイテム等も準備。友人やパートナーと飽きることなくお食事やドリンクを楽しむこともできます。料理はテキサス風のメキシコ料理、テックスメックス料理。軽めなメニューが多いので、冒頭でご紹介した新橋横丁や先ほどご紹介しましたザ・グラン東京などで食事を楽しんだ後に2軒目としてもぴったりです。お酒が入ってくるとクレーンゲームも取りづらいかなと思うんですけども、そんなところも含めつつ楽しめるような空間かなと思っています。確かにクレーンゲーム自体は日本のイメージが強いと思ってますので、そんな日本の文化と融合したこのフロアも特徴的だと感じました。なお、このエリア自体も先ほどの屋上と同様、要望に応じてイベント等の貸し切りにも対応可能とのこと。ただでさえ盛り上がれるフロアなだけにワクワク感が高まってきます。お酒の種類としましても、先ほどの屋上ではジャパニーズウイスキーやビール等が中心だったんですけども、こちらではカクテルメニューを中心に置いてあったりとか、海外のビールもたくさんありましたので、より気軽に楽しめるようなお酒も多いように感じました。ちなみにテキーラの用意もありました。そしてもう一つ遊ぶでご紹介しますのはアナウンサースナックみかん。こちらも変わったコンセプトのスナックになっていまして、このスナックでは言葉のプロであるアナウンサーを中心に多彩なスタッフが集う特別な空間になっています。キャストに関しましては文化放送のキャスティング事業部が窓口となっていまして、キャスティングを実施しているとのこと。日替わりで様々なアナウンサーがキャストを務めるため、訪れるたびにまた楽しみ方も変わってきそうです。さて、最後は癒すをイメージした空間を2つご紹介。まずは8階にあります坂と酒畳。こちらは飲食店の中でも唯一と言ってもいいような癒しのための空間。店名の通りプレミアム日本酒とそれら日本酒に合う魚、そして京都の宇治抹茶を使用したスイーツを楽しむことができます。バーと言いますとお酒に加えて軽めのスナックが基本かと思いますけれども、スイーツを楽しめるのはまさに個性的。カフェ好きな私としても興味深い空間になっていました。もちろんお酒も間違いなし。日本各地の日本酒を取り揃えています酒47と提供し、全国のプレミアム日本酒に加えて様々なお酒を味わうことができるような特別な体験を提供してくれています。飲食体験だけでなくて、畳に囲まれた店内はいぐさの香りに包まれて、フロア全体で日本を感じることができるような空間になっていました。そして個人的に一番記憶に残っていて気になったのが7階のサウナリラックスオーツブラージュというエリア。ここはまたガラリと変わったコンセプトのフロア。グランハマーで唯一のリラクゼーションフロアです。ミストと映像に包まれた樹木が印象的なこの癒しのフロントにお出迎えされまして、お好きなプライベートルームや個室サウナでくつろぐことができます。また高濃度酸素注入器を備えた最新型無重力マッサージチェアを完備した O2 チャージマッサージを楽しめるのも大きな魅力。手軽に癒すことができるようなまさに現代人の味方になっていました。そんな O2 チャージマッサージゾーンのマッサージチェアはスイッチを入れた瞬間に 90% 以上の高濃度酸素を生成する国内トップクラスの高濃度酸素注入器とのこと。二日酔いになってしまって頭痛があったりとかだるさがある時の軽減にもなるとのことですし、最大72時間酸素の効果が持続するとのことなので、睡眠の向上も期待できるようです。
そしてもう一つはプライベートリラクゼーションゾーンのこちらプライベートサウナ。プライベートサウナはサウナの本場フィンランドにおいてその性能と効果において確固たる地位を築いているサオ社のタワー式サウナヒーターを設置。フィンランド産の高品質なサウナストーンのセルフロウリュで体を温めた後、水風呂で整う至福の時を体験することができるようです。またプライベートルームではオプションでマッサージも受けることができたりとか、アメニティも充実していまして、飲み物を購入できるようなシステム冷蔵庫も完備。手ぶらでお好みの時間帯にお気軽に完全なプライベートな時間を過ごすことができます。なおこのゾーンに関しましては男性専用が10室、女性専用が3室になっていまして、男女共用が可能なプライベートサウナは4室になっています。時間制でございますので確認していただきつつ、その癒しの体験をしていただければと思います。以上、今回はグランハマー新橋から見どころを12選ご紹介させていただきました。1階や2階の新橋横丁を中心にワイワイ集まるような空間なのかなと思いつつ、3階以上は高級感あふれるエリアがずらり。ちょっとお値段しますけれども、少し高級感を味わいつつ楽しめるような空間が広がっていました。新橋という立地自体が銀座からも近くて結構価格帯はするんですけども、まさにインバウンド向けやハイクラス層に向けたような施設だなと感じました。一方で最後にご紹介したような癒しの空間ですとか、1階や2階の新橋横丁、さらには5階の DJ フロアに関しましては若い方向けに提供されているエリアのようにも感じましたので、まずは気軽に立ち寄っていただいてその空間を楽しんでいただければと思います。またご褒美的に使うことにもおすすめかなと思いますので、今回の動画を参考に気になるエリアから注目してほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。